ソックヤン1玉分で編めるショール7パターンをご紹介します。こんにちは、お手紙ありです。いろいろなテーマに絞ってフリーパターンを編んでご紹介するシリーズ、フリーパターン探訪ですが、今回はソックヤン1玉分の糸で作れるショールを7つご紹介します。1玉使い切りで編めるパターンや、靴下を編んだ余り糸の組み合わせで編めそうなパターンなど、結構バラエティ豊かなラインナップになっていると思うので、ぜひ次に編むもののご参考にしてみてください。私の推し糸シェイプイエスのアワートライブを使ってそれぞれマッチするんじゃないかなという色で実際に編んだものをお見せしながらご紹介していきます。よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。まずは今回編むのに使った私の推し糸シェイプイエスのアワートライブについて少しご紹介しておこうと思います。この糸は 100g420m のフィンガリングウェイトで、素材は 70% スーパーウォッシュメリノ、30% ポリアミドという一般的なソックヤーンと同じ太さと素材の糸なんですが、一つ大きな特徴があって、それが糸の寄り方がシングルスというところです。このシングルス独特の質感やロングピッチのグラデーションカラーが靴下だけでなくショールなんかの大物とも相性がいいんじゃないかなと思っています。以前この糸を指定糸にしたオリジナルのミトンのパターンを作ったので、余り糸がまだうちにたくさんあるっていうのもあって、今回このアワートライブで7種類のショールを編んでみました。もしこの糸で編みたいなと思われましたら、アサミーズヤーンショップというネットストアさんで取り扱いがあるので、ぜひ探してみてください。ということで、ここからはパターンの紹介になります。まず一つ目にご紹介するのが、クラックスショールというパターンです。ミシェル・ミラーさんという方のデザインのパターンになります。こちらが2種類の透かし模様の組み合わせの三角ショールです。指定糸はやや春夏向きっぽい素材の 70% メリノウール、20% 竹由来のレーヨン、10% ポリアミドという糸が使われています。必要な糸量は 358m ということで、一玉使い切りまではいかない感じの靴下のポイントに少し使った程度の余り糸でも編めそうな分量かなと思います。仕上がりサイズは長さ 114cm、丈 47cm ということでした。で、実際編んだものがこちらです。羽織ってみるとこんな感じです。この実際に編んだもののサイズが長さ 130cm、丈 53cm となっていて、ちょっと手が緩かったのか、パターンの記載よりも一回り大きくなっちゃったかなっていう感じになっています。これでも使った糸量は 88g で、糸長にするとおよそ 369m なので、1玉以内で収まっています。糸のカラーはこちらの、884番のアイリスガーデンという単色の濃いネイビーのような色を使っています。このショールの編み方は、この真ん中長い長辺のこのセンターから始まって、真ん中と両端で増し目していくっていうトップダウンのよくある進み方なんですが、最後のセクションが結構ユニークで、この2種類のレース模様の1種類目のこの模様が終わったここの段階で、新たにこの分をキャストオンして、この2種類目の模様はこの模様と模様の間のエッジのところを2名一度しながら、こう横向きに進んでいく感じになっています。ここがすごくダイナミックな変化で面白いなと思いました。
で、横に進んでいった結果、最後のバインドオフがこれだけになるっていうのもすごく良くて、この最後の縁の部分を大量にバインドオフする必要がないので楽っていうのと、このエッジの部分って結構テンションがうまくいかなくて引きつれたりとか逆に緩くなるっていうトラブルが起きやすいので、それが起きにくいのがすごくいいなと思いました。個人的にはこの模様は巻いた時にもすごく表情が良くていいなと思います。この裾のところがメリヤス編みとスカッシュ編みのゲージの差で自然にジグザグの形になっています。このスカッシュ編みの模様はそんなに複雑ではないので結構覚えやすいのも良くて、パターンを見ないで編める部分が多いのでモバ編みにも向いてるんじゃないかなと思いました。で、このパターンのレシピには文章の補足をする部分的なチャートがついています。必要最小限で整理されたすごく見やすい編み図でした。編み図記号も日本の編み図と同じ表記なのでストレスなく読むことができます。意外と海外のチャートって記号が違うことがよくあるのでちょっとしたことなんですが、これは嬉しいポイントだなと思いました。あとフォントのチョイスとか段組とか色分けなんかのレイアウト的な要素も見やすく工夫されていて、今回ご紹介する7つのパターンの中では一番読みやすいパターンだなと思いました。このショールを編んでみようかなと思った方にお伝えしたい注意点が2点あります。一つはこの真ん中のところに編む時マーカーを1つ入れて目印にしながら編むことになってるんですけど、そのマーカーの操作が文章中に記載がないというところです。マーカーを入れた場合って大抵文章中ではスリップマーカーっていう記述が入って、マーカーまではこういう編み方でマーカー以降はこういう編み方っていう感じに整理してあると思うんですけど、記載がないとそのマーカーの目印としての機能があまり効いてないような気がしてちょっと分かりにくいなと感じたので、まずそのマーカーについての操作が書かれていないことが注意点の一つです。2つ目は最後のこの横に進むセクションのこの頂点のところなんですが、ここだけショートローが2箇所入るんですね。それが何のショートローの技法を使って段消しはあるのかどうかっていうことについて記載がないっていう点です。これは人によって認識が違うかもしれないんですけど、私はショートローと段消しって割とセットっていう認識なので、何の技法で段消しがあるのかないのかっていうことをさらっと流してるとちょっと戸惑うなって感じてしまいました。ちなみにこのパターンではラップ&ターンやジャーマンショートローではなく、ただ段の途中で引き返すだけでした。なので段消しがないので当然穴が開いてるんですけど、こう全体的に透かし編みだし、その穴が開いている部分が2箇所しかないので全然目立たずこんな感じに馴染んでいます。ということで、注意点2点でした。以上、1つ目にご紹介したのがこちらのクラックスショールというパターンでした。続いて2つ目にご紹介するのがシルピショーレットというパターンです。デザイナーさんはランカ・コメロさんっていう方です。太陽のような星のようなユニークな模様の三日月型ショールです。指定糸はフィンガリングで 80% ウール 20% ポリアミドという素材の一般的なソックヤーンが使われています。必要な糸量は 300m から 350m ということで、こちらは靴下のポイントでちょっと使った程度の余り糸でも編めそうな量かなと思います。仕上がりサイズは長さ 130cm、丈 35cm くらいとなっています。で、実際に編んでみたのがこちらです。これで
サイズが長さ112センチ、丈26センチになっています。パターンに書いてある仕上がりサイズよりも一回り小さめに仕上がっています。このサイズのズレについては後ほど詳しくお話しします。使った糸量は 82g で、糸長にすると 344m ということで、パターンの目安通りの糸量になっています。で、このショールで使った糸の色は、この984番のオールドベウィックという、これ単色のようなんですけど、ほのかにグラデーションがついている黄色系のカラーになっています。太陽や星を思わせる模様にこのパキッとした黄色系の色味がすごく相性が良かったかなと思います。編み方は結構個性的で、まずはこの何もないガーター編みの編み地の部分を引き返し編みを交えながらこうまんべんなく目を増やしていく感じで、次にこの個性的な模様のパートで模様の中でいつの間にか目が増えていく感じで、気づいたら三日月型のショールが出来上がっていくっていう感じになっています。すごくダイナミックな展開で、バインドオフの技法も新鮮なので編んでいて謎が解けていく感じで、最後まで飽きることなく編み進むことができました。この気づいたらだんだん増えていく個性的な模様なんですが、サンプル画像でも分かる通り、平置きにした時にすごく可愛いデザインで、飾っておきたくなるような可愛さは今回紹介する7つのパターンの中では一番気に入っているところなんですが、実際に着用する時ってどうなんだろうなと思っていました。で、個人的にはこの羽織った感じも意外といい感じだなと思いました。ショールって結構実際に使いやすいデザインのものと編んで楽しい奇抜なデザインっていう感じにくっきり分かれる気がするんですが、このパターンはそのちょうど中間をいく、編んでも楽しく使うのも使いやすいっていうデザインかなっていう印象です。この模様の部分はレシピではほぼチャートを見て編み進む形になっています。ここからここまでとここからここまでを1単位とした3つに分割されたチャートがついていて、段ごとに変わるので覚えられる感じの模様ではなくて、編む時はその3つの編み図を行き来しながらずっとチャートを見ながら編んでいく感じになるので、そこはちょっと大変かもしれないです。また編み図記号が日本の編み図とはちょっと違う記号になっているので、そこも少し戸惑うかなと思いました。このショールを編んでみようかなと思った方にお伝えしたい注意点が2つあります。まず1つ目は、さっきお話ししていた仕上がりサイズがパターンに書いてあるサイズと結構違ってしまったっていうことに関係する注意点なんですが、実はこのパターンはゲージの記載がないです。糸量が十分にあってサイズのズレは気にしないっていうことであればあまり気にならない問題かもしれないんですけど、今回は私は1玉で編めるように編みたかったので、ゲージの記載がないのはちょっと困りました。で、今回は糸量が足りなくならないように念のため指定の針サイズより1つ細い針を使って編みました。結果1玉で編めたけど、サイズは指定よりも一回りぐらい小さくなっています。なのでゲージの記載がないっていうのが1つ目の注意点です。2つ目の注意点はかぎ針が必要なことです。かぎ針を使うのはこの最後のエッジの部分のバインドオフの時に必要になります。これは普段棒針のみでかぎ針は全然やらないよっていう方は、新たに道具を購入する必要も出てくるのかなと思ったので、2つ目の注意点としてお話ししました。ということで2つ目にご紹介したパターンはシルピショーレットでした。
はい、続きまして3つ目にご紹介するのはカインドネスブルームというパターンで、レイチェル・ホフマンさんというデザイナーさんのパターンです。こちらは2色使いの模様編みの三日月型ショールです。こちらのパターンは今年2024年3月にリリースされた比較的新しいパターンです。指定糸は 100g219m の DK ウェイトで 100% メリノウールという素材の糸が使われています。必要な糸量はメインカラーが約 150m、コントラストカラーが約 130m ということなので、イメージ的には短めの靴下を1足編んだくらいの余り糸が2つあれば編めそうな感じかなと思います。仕上がりサイズは長さ 153cm、丈 36cm となっています。で、実際に編んだのがこちらです。こんな感じです。このパターンは指定糸が DK ウェイトだったんですけど、フィンガリングのアワートライブで編むとこんな感じになりました。糸の太さが指定と異なるので、今回は指定の針サイズでそのまま編んでみた成り行きのサイズになっています。それが、長さ 125cm、丈 27.5cm というパターンに書いてあったサイズからは一回りくらい小さいサイズ感になっています。だいぶコンパクトにはなってるんですが、普通に使うのに支障ないサイズだと思うので、こんな風にフィンガリングで編んでみるのもありかなと思います。使用した糸量は、このメインカラーが 39g、 ここのコントラストカラーの部分が 33g ということで、実際使った糸量でもやっぱりショートソックスを編んだ余り糸くらいの糸量で編めています。で、このパターンで使った糸はメインカラーがこちらの880番のシルバーバーチという単色のライトグレーっぽい色味のカラーで、コントラストカラーがこちらの、これが967番のシミーという、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、淡い虹色のグラデーションカラーみたいな感じの色味を使っています。この2色はすごく馴染みが良くていい組み合わせだったなと思います。このショールの編み方はトップダウンで、このセンターから始まって両端でどんどん増し目していくという一般的なプロセスになっています。模様は5つのセクションに分かれていて、メインカラーとコントラストカラーが交互に入れ替わりで入りながら、コントラストカラーの部分は模様編みで、メインカラーの部分はメリヤス編みっていう感じで、程よく小球糸を挟みながらリズムよく飽きずに進むことができるような作りになっています。2色で編むパターンなんですけど、これ1色で編んでも模様のメリハリがあるのでいい感じになるんじゃないかなと思います。この模様は草花の成長過程をイメージしているそうで、種から芽が出て花が咲いて、また次の種子が作られるっていうサイクルをそれぞれのセクションの模様で表しているみたいです。ストーリー性があるのが面白くて、想像を働かせながら編むのが楽しいパターンでした。実際に着用する場合は結構フェミニンによったデザインだと思うので、若干着るもののテイストによっては実用性は変わるかなと思います。このパターンのレシピは色やフォントで見やすく整理されていて、とても読みやすいレシピでした。また、模様の寄りの写真なんかもついていて参考になりました。チャートはなくて全て文章でのパターンなんですけど、透かし編みの部分も見た目結構変化がある割に基本的なステッチの組み合わせのシンプルな編み方なので、文章だけでも結構すんなり進むことができて、
英文パターンに慣れてないっていう方にもおすすめできるパターンだと思いました。このショールを編んでみようかなと思った方にお伝えしておきたい注意点は特にないです。実は私がこれを編んだ時はパターンエラーが1箇所あったんですけど、その後フィードバックされて現在はエラーのないパターンにバージョンアップされているので、特に注意すべき点はなくなりました。ということで3つ目にご紹介したパターンはこちらのカインドネスブルームでした。続いて4つ目にご紹介するのはクラポクタスというパターンで、デザイナーさんはユニーククレアツィオーニさんっていう方です。こちらはシースルーな編み地の春夏に向いていそうな大判の三角ショールです。2010年12月リリースということでそこそこ古いパターンなんですが、2000件以上プロジェクトが作られているすごく人気のパターンみたいです。指定糸はフィンガリングの 70% シルク、30% マニファクチャーファイバー。これは貝殻由来の化繊らしいです。そういった素材の糸が使われています。夏糸なので暑い時期の冷房よけとか紫外線よけとかを目的としたショールかなっていう印象の涼しげなデザインになっています。で、必要な糸量は 366m から 457m となっていて、1玉以上必要になる可能性もあるんじゃないかなっていう記載になっているんですが、これに関しては後ほど説明しますが、必ず1玉で編めるパターンです。仕上がりサイズは長さ215センチ、丈70センチということです。で、実際に編んでみたのがこちらです。本当はこれは夏糸を使った方がいいのかもしれないパターンなんですが、今回はアワートライブで編んでみてこんな感じになりました。実際に編んだもののサイズは長さ194センチ、丈61センチとなりました。今回ご紹介する7つの中では一番大きいサイズのショールになります。パターンに書いてあるサイズよりも少し小さめになっていますが、それでも結構大判のショールのサイズ感です。これで使った糸量が 95g で、ほぼ1玉使い切りになっています。使った色はこちらの978番のリラ2というパープル系の色味のグラデーションカラーを使いました。これはサンプルは単色で編まれたものだったので、段染めだとどんな感じになるかなと思ってこの色を使ってみましたが、アワートライブの段染めだとこんな風になるんだなって感じですね。編み方はサイドウェイで、この端から始まってこういう風に増し目しながら進んでいって、で真ん中に来たら今度は減目しながらもう片方の端にすぼまっていくっていう感じの編み方になっています。なので使う糸量を紹介するときに言った必ず一玉で編めるっていうのは、糸量をあらかじめ測っておいて半分の量まで編んだら減目のパートに切り替えてほぼ一玉使い切りで編むっていうやり方ができるので、そんな風に言いました。このタイプの進め方のパターンはあまり糸の使い切りにはもってこいですよね。サイズの自由度が高いのも利点だと思います。このシースルーの編み地は減目のパートで一定間隔で目を落としていって、最後にその落とした目を初めの段までこうダーッとほどいていって作ります。その作業が結構爽快感があってすごい楽しいです。これがこのパターンの一番の醍醐味かなと思いました。ただこれアワートライブでやると結構モケモケしてる糸なので、途中で何度も引っかかってちょっと大変でした。なのでこのドロップステッチの爽快感を楽しみたいっていう方は、ある程度滑りのいいやはり夏糸がおすすめかなと思います。デザインは見ての通りシンプルな編み地とシルエットなので、
編む時の楽しさは他と比べると少し退屈するかもしれないんですけど、着用する時の実用性はダントツに使いやすいデザインなんじゃないかなと思います。今回アワートライブで作ってしまったのでちょっと印象が変わっていますが、ツヤ感のある夏糸なんかで作るとすごく涼しげでエレガントでリラックス感もある大人っぽい雰囲気のデザインなんじゃないかなと思います。このパターンのレシピはわずか2ページの構成で、1ページ目はほぼサンプル写真と必要な糸とか道具の記載だけなので、パターンは実質1ページにまとめられている感じです。そもそもの編み方がシンプルなので文章の分量が少ないっていうこともありますが、結構簡略化されていて、英文パターンに慣れてないと少し戸惑う部分があるかもしれないパターンではあります。またレイアウト的にも行間がちょっと詰まり気味だったりして、個人的には若干読みにくさを感じました。ですがやっぱり編み方がシンプルなので、多少斜め読みでも全然編めてしまうパターンではあります。このショールを編んでみようかなと思った方にお伝えしておきたい注意点は一つあります。今言ったレシピの書き方が結構簡略化されているっていう話の続きのような感じなんですが、原目のパートの書き方がもはやパターンっていうか文章の説明になっていて、1段目は何々っていう感じの箇条書きではないので、ここは少し戸惑ってしまいそうなポイントだなと思いました。ある程度英文パターンに慣れた方に向いている少しラフな文章パターンっていう感じかなと思いました。ということで4つ目にご紹介したのはクラポクタスというパターンでした。続いて5つ目にご紹介するのはア・ローロールというパターンで、デザイナーさんはローラ・ロシュ・マルタンさんっていう方です。アクセントカラーが縁に入ったシンプルな三角ショールです。指定糸は 100g375m のスポーツウェイトの糸で、素材は 100% メリノウールという糸が使われています。必要な糸量はソックヤーン1玉分で編める方のスモールサイズがメインカラー 300m、コントラストカラー 50m となっています。目安としては靴下1足編んだ余り糸とポイントに使った余り糸で編める量っていう感じかなと思います。仕上がりサイズは長さ 150cm、丈 41cm となっています。で、実際に編んだものがこちらです。これでサイズが、長さ 135cm、丈 36.5cm となっていて、指定の針サイズのままでスポーツウェイトのパターンをフィンガリングで編んだので、記載よりも一回りぐらい小さくなっています。こんな感じでちょっとコンパクトなサイズ感なんですけど、小さすぎるっていうことはなく、こちらも普通に使いやすいサイズだと思うので、フィンガリングで編むのもありかなと思いました。使用した糸量はメインカラーが 61g の 256m ぐらい、コントラストカラーが 11g の 46m ぐらいっていう結果になっていて、これはパターンに記載してあるのとだいたい同じくらいの使用量になりました。で、使った色がメインカラーの方がこちらの879番のオリーブリースという単色の落ち着いたオリーブグリーンみたいなお色と、コントラストカラーがこちらの、これも単色で983番のモチベートというベージュっぽい色味ですね。この2色を使いました。ちょうどサンプルと色が反転した感じの組み合わせになっています。メインカラーの方に暗めの色味を持ってくるとこんな感じです。このパターンの編み方はトップダウンの一般的な三角ショールの作り方で、三角形の長辺の真ん中から始まってセンターと両端で増やしていくスタイルになります。
センターの増し目が特殊な技法ではないけどあまり見ないなっていう増し目のステッチになっていて、こんな風に透かし編みで1本縦にラインが入るようなデザインになっています。またこのコントラストカラーのステッチのところはモザイク編みでちょっと新鮮な印象の模様です。でバインドオフもノッテッド K2 トグバインドオフっていうちょっと珍しい技法が採用されていて、こんな風によく見るとちょっと変わったエッジになっています。こんな感じでさりげなく面白い技法が散りばめられたパターンなんですけど、大部分はガーター編みなのでモバ編みにも向いているっていう一粒で二度美味しい的なパターンだなと思いました。デザイン的には完全に実用性にシフトした本当にシンプルで使いやすいデザインだと思います。なのでパッと見編むのはそんなに楽しくないのかなと思われがちかもしれないんですけど、意外にこのあっさりした見た目に反して編むのも面白いっていうのがおすすめしたいポイントでした。このパターンのレシピは3ページの構成になっていて、2サイズの文章パターンが載っているので、正味1サイズにつき1ページっていうボリュームにまとまっています。増し目の段ではここは何目増えるとか、その時点の全体の目数なんかもこまめに注釈がついているので分かりやすいパターンでした。ちょっとイレギュラーな技法には動画解説のリンクもついていたりします。このショールを編んでみようかなと思った方にお伝えしておきたい注意点は一つあります。こんな感じで真ん中と両端で増やしていく編み方の場合、この真ん中のところに目印のマーカーを入れておきたいところなんですけど、このパターンの増し目の方法だとマーカーを入れると段ごとにどんどん真ん中からずれていってしまうので、マーカーを入れることができないです。結構このセンターのラインが編んでる時は見分けづらいので、私は何度か真ん中の増し目を忘れて通り越してしまうことがありました。なのでちょっと注意しながら編み進む必要があるっていうのが私からの注意点でした。ということで5つ目にご紹介したパターンがアローロールでした。続いて6つ目にご紹介するのがアラベル・エトワールというパターンで、デザイナーさんはオルガ・ミテロさんという方です。編み地の方向が複雑に工作した段染めの色の変化がすごく面白く活かせる三角ショールです。指定糸はアワートライブによく似たロングピッチの段染めの糸で、太さがフィンガリング、素材が 75% ウール、25% ポリアミドという素材の糸が使われています。必要な糸量は 360m から 380m となっています。ほぼ一玉使い切りのパターンっていう感じかなと思います。仕上がりサイズは長さ 155cm、丈 33cm となっています。で、実際に編んだのがこちらです。これでサイズが長さ 130cm、丈 32cm となっていて、丈はほぼパターン通りになったんですが、長さがちょっと短くなってこう横にギュッて縮んだ感じの仕上がりになっています。使用した糸量は 90g で、糸長にすると 378m なので、パターンに記載してあるのとほぼ同じ一玉使い切りに近い量になっています。で、使った色はこちらの966番のミスネリスというブルーとかパープルとかの寒色系のグラデーションカラーの色味を使いました。で、このパターンの編み方はすごく込み入っていて、全部で6ピースの構成になっていて、こうパズルをはめ込んでいくような感じでいろんな形を組み合わせて編みつないでいって、最終的に三角形にしていくっていうプロセスの編み方になっています。
いくつかのセクションに分かれてるんですけど、最後の方のセクションになるほどイレギュラーな感じの引き返し編みが入ってくるので、結構頭を使うパターンでした。ただ色の出方がこんな風にすごく面白いので、出来上がりが早く見たくてどんどん編み進んでいける感じでした。デザイン的にはすごく綺麗で、アワートライブと相性が抜群なデザインだと思いました。で、糸のチョイスによって結構使い勝手が変わってくるかなと思います。ミスネリスのようなこんなドラマチックなグラデーションのカラーの糸だとすごく面白い仕上がりにはなるんですけど、実際に着用するとなると結構着こなしが難しいかなと思いました。もっと控えめな色味の糸だと着用するのも使い勝手が良くなるかなと思います。これは段染めの糸の魅力を引き出すパターンとしては、今回ご紹介する7つの中で一番好きなデザインでした。このパターンのレシピはこれだけ複雑な工程でありながらわずか4ページにまとめられています。全体図が載っていて、どういう風に進んでいくのか編む前に事前になんとなく把握することができるようになっているのはすごくいいなと思いました。ただこのレシピにはサンプル写真が全体を撮った小さめの写真しか載ってなくて、結構ディテールを詳しく参考にしたい場面がちょこちょこあったので、写真がもう少し多く載ってたらいいなと個人的には思いました。このショールを編んでみようかなと思った方にお伝えしておきたい注意点は、すごく重要な注意が一つあります。これチャレンジングなデザインなので、それさえなければ個人的には一番おすすめしたかったくらい面白いパターンなんですけど、残念ながらパターンエラーが結構多いです。実はこのショール 3,4 回全解きしてやり直したり、あと数段戻るっていうのも数えきれないぐらい繰り返してどうにか完成できたパターンなんですよ。個人的にはフリーパターンのエラーについてはそこまで気にしてなくて、そもそもタダで提供してくれてる時点でありがたいので、一つや二つのエラーはあってしかるべきくらいに思ってるんですけど、その分すごいトリッキーな技法が盛り込まれてたり、試行錯誤が文面から伝わってくるような面白いパターンに出会えることも多いので、むしろ謎解き感覚で楽しんでたりするんですけど、このパターンもそういう感じなんですけど、ちょっとエラーが多すぎて人にはおすすめできないなと感じてしまいました。ちなみに完成後にデザイナーさんにここエラーじゃないですかっていう問い合わせをしたんですけど、今のところ回答をもらえてないので正確には本当にパターンエラーかどうか不明ではあるんですけど、私が見つけたのは7つほどエラーに思える箇所がありました。で、その具体的な内容については結構込み入った説明になるので動画で話すのは省くんですけど、もし気になったっていう方は私のラベリーのプロジェクト欄にメモをしているので概要欄からご覧になってみてください。このパターンを編んだ後、他のパターンがすごい読みやすく感じたのでその点はなんか良かったなと思います。ここまで聞いて逆に気になった方はぜひトライしてみてください。ということで6つ目にご紹介したパターンはアラベル・エトワールでした。続きまして最後にご紹介する7つ目のパターンはポップルバンダナというパターンで、デザイナーさんはラム&キッドデザインズさんです。こちらは2色使いのテクスチャーが面白い三角ショールです。今年の2024年5月にリリースされた今回ご紹介する中では一番新しいパターンになります。指定糸はいくつか提案されてるんですが、100g350m 程度のフィンガリングもしくはスポーツウェイトに近い太さの糸で、素材は 80% メリノウール、20% カシミヤというような冬糸の感じの素材が使われています。必要な糸量はメインカラーが 220m、コントラストカラーが 96m となっています。メインカラーは短めの靴下を編んだ余り、コントラストカラーは靴下のポイントに使った余り糸を程度の量で編めるんじゃないかなという糸量になっています。
仕上がりサイズは長さ132センチ、丈33センチくらいとなっています。で、実際に編んだのがこちらです。これで仕上がりサイズが長さ163センチ、丈26センチになっていました。記載されていたサイズより長さは長くなった一方で、この丈はちょっと短くなって全体にこう平たく長い形に仕上がりました。滑り目を使った模様なのでちょっと段が合わせにくく、手加減でこんな風に縦に詰まってしまったんじゃないかなと思われます。使った糸量はメインカラーが 58g、 糸長でいうと 244m、 コントラストカラーが 26g、 糸長でいうと 109m ぐらいなので、糸長的には目安と大きくずれてはいないです。2色のトータルでソックヤーン1玉分に収まっています。今回パターン通り2色で編んだんですが、この模様の立体感が結構くっきりしていて面白いので、1色で編んでもいい感じにできるんじゃないかなとは思っています。で、このパターンに使った色はメインカラーがこちらの881番のブラックベリーブラックという単色の黒で、コントラストカラーがこちらの961番の50 Shades of For Pride という暖色系でちょっとくすんだ色合いのグラデーションカラーを使っています。サンプル写真では単色の2色なんですけど、こんな感じのグラデーションカラーをコントラストカラーに使うとこんな感じになりました。このパターンの編み方は、ボトムアップで、この下の三角形の頂点からこう上に向かって両端で増し目をしながら進んでいくという編み方になっています。模様はちょっと見慣れない感じの複雑そうなステッチなんですが、意外とそんなに難しくはなくて、滑り目を使ったイメージ的には編み込み模様の裏面みたいな構造のステッチで、テンションの調整が若干気を使う技法ではあるなと思ったんですが、すぐ覚えられる単純な模様なので、大部分は何も考えずにどんどん編んでいける感じです。なのでモバ編みにも持っていきやすいパターンかなと思いました。デザイン的には程よくアクセントになってくれそうな、使いやすそうなデザインだと思います。サイズも小さめなので、着るもので温度調整が必要な時期にカバンに入れて持ち運びしやすいかなと思います。いろんな色の組み合わせを試したくなるデザインだと思いました。このパターンのレシピは3ページで簡潔にまとめられています。フォントや段組や写真などのレイアウトもすごく見やすく整理されていて、パターンの読みやすさの面でもおすすめできるなと思いました。このショールを編んでみようかなと思った方にお伝えしておきたい注意点は一つあります。バインドオフがストレッチバインドオフでという指示になっています。これについて詳しい解説とか動画のリンクとかなかったので、私はそういう一個の技法があるのかなと思って調べてみたんですが、いろんな種類の技法が出てくるので、どうやら伸縮性のある留め方っていう意味合いなのかなと思いました。なのでその調べた中の一つの閉じ方で閉じてるんですけど、ちょっとこんな感じの仕上がりで分かりますかね。くるんってなっていて、これちょっと伸縮性が良すぎて伸びすぎてるような気がするんですよね。なのでもしかしたらここ普通の伏せ止めでも大丈夫なんじゃないかなと個人的には思いましたっていうのが注意点でした。ということで最後の7つ目にご紹介したパターンがこちらのポップルバンダナでした。今回は
フリーパターン探訪第3弾ということで、即ヤン1玉分でできるショールのパターンを全部で7種類ご紹介してみました。編んでみたいなと思うパターン見つかりましたでしょうか？この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひいいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。またこのパターンもいいよというおすすめなんかがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださったら嬉しいです。他にも感想などお待ちしています。動画でご紹介しきれなかったことはインスタグラムでも発信していますので、よかったらそちらも覗きに来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。